個人で開発しているゲームで便利そうな機能があったので共有できたらなと思って動画を作ってます。その機能っていうのがよく皆さんも使われてると思うんですけど、アニメーターっていうキャラクターとかゲームオブジェクトのアニメーションを制御するアニメーターっていうものにはルートモーションっていう機能があるんですね。どういったものなのかっていうのをまずお伝えしたいと思うんですけど、具体的に言いますと、アニメーター側で座標を移動させるとオブジェクト自身の座標って動かないと思うんですけど、それをアニメーション側で移動すれば想定した分だけワールド空間上でもオブジェクトが移動するっていう機能なんですね。どういった時に使うかというと、例えばローリングとかバックステップとかちょっと前に進んだりする時とかってあるじゃないですか。アニメーション側で移動できるっていうのは、そういう見た目の自然さっていう意味ではすごくメリットがあるんですね。なので今回諸事情あって今まで導入してなかったルートモーションなんですけども、そこを今回プロジェクトの方で導入できたので、知識の共有というか使ってない方とかいれば活用していただければなと思いまして動画にすることにしました。ここから紹介していくんですけども、今回はサンプル用のプロジェクトを作ってどんな風な実装をすればルートアニメーションが使えるかっていうのをお伝えしていけたらなと思ってます。画面に今映ってるのが空のプロジェクトなんですね。何もない状態なんですけど、アニメーション側で移動した値が実際のオブジェクトに反映されていくってところを作っていきたいなと思います。まずゲームオブジェクト必要ですよね。プレイヤーとかっていうのが一番シンプルかなと思うんですけど、3D 空間でカメラも定義されてるので 3D でいこうかなと思います。メッシュレンダラーがいるのかな。リクエストができてますね。これはキューブでアニメーションとかつけて動かしていきたいなと思います。見た目はできたんで、ここにアニメーションをつけていきたいと思います。アニメーターが必要じゃないですか。アニメーションウィンドウで作ってもらって、ここでキャラクターの動きとか作ったりするのが一般的だと思うんですね。で、アニメーターっていうウィンドウもあるんで、これも作ります。アニメーターを持っているオブジェクトを選ぶと表示されるはずなんですけども、ここではまだこのコントローラーっていうものが定義されてないので使えないんですね。いくつか方法があるんですけど、ここでクリエイトってすればアニメーションクリップっていう走るとか歩くとか立ちモーションとかそういう単位で作るクリップを一つ作ればコントローラーも一緒に作られるので、そういう作り方でもいいですし、アニメーションっていうのフォルダを作ってアニメーションコントローラーってありますよね。これを選んでもらうとアニメーションコントローラーできるので、プレイヤーっていう名前をしておきます。これを指定するとこういう感じでアニメーションする流れとかを制御できる画面なんですね。これについては今回そこまで重要じゃなくって、ここにアニメーションが追加されてって歩くモーション、走るモーションとかいろいろトランジションなんていうんだろう、変化していくというかモーションが切り替わっていくみたいな流れをここで見ることができるんですね。とりあえずアニメーションを作らないと始まんないんで、いくつかアニメーションを用意したいと思います。アニメーション画面に行くと一つもないので作りませんかみたいな画面が出るんですね。ないから何か作りましょうってやるんで、アイドルタッチモーションですね。アニメーションコントローラーを持ってるオブジェクトを選んでいる時に作るとこういう風に勝手に追加にされたりするんですね。アニメーションここに作られてるじゃないですか。でこれを Mac だとコマンド D なんですけど、 Windows だったらコントロール D なのかなという感じで複製はできるんで作っておきます。これ選ぶとアイドルしか出ないんですよ。なんでアイドルしか出ないかというと、ここのステートマシンの中にアニメーションとして追加されてないものはこのリストに出ないんですね。なのでここに追加していきます。こういう風に作っておきます。特にトランジションとかはアイドルからダッシュに行ったりアイドルからジャンプに行ったりみたいなのが理想的な動きですね。アニメーション3つ追加できたんで、ここでキーが打てるようになりました。まずアイドルは何もしなくてもいいのかなと思います。ダッシュっていう動いてないとおかしいじゃないですか。とりあえず1秒間で 10m 先に移動するみたいな処理ができると思います。あとはルートアニメーションでしない方がいいかもしれないですね。ただそれは実装に依存する部分ではあると思うんで、ここはご自身のプロジェクトと相談していただくのがいいかなと思います。とりあえずデータだけ作っておきました。
一応アニメーションのトランジションだけ作っておきましょうか。エニーステートっていう、どんなステートからでもダッシュとジャンプできるようにしておいて、終わったらアイドルに戻っちゃうと。ダッシュとジャンプってループアニメーションになってると問題があるんで、ループタイムちょっと外しておいて、こんな感じで開始時はアイドルってどんなステートからでもダッシュとジャンプ、終わったらアイドルに戻るみたいな構造にしてみました。インステートからステート移動するときにパラメータが何かしら必要なので、トリガーとか作っといてコンディションに設定しておきます。これでこのトリガーを投げれば、キャラクターのステートが移動できるようになったんで、ここから実際にそのルートモーションを動かせるかどうかっていうところを見ていきたいと思います。ルートモーションを使う上でアプライルートモーションっていうのがあるんで、これをチェック入れておきます。プログラムで移動する処理とかって入れてないじゃないですか。なのでスクリプトを簡単に作ってみたいと思います。まずアニメーションを遷移させるソースコードが必要なので、プレイヤーみたいなことを作っておいてアタッチされてます。これ開いてエディターが開いたんで、ここで編集していきます。ボタンを押せば遷移するようにしたいですね。とりあえずアップデートとかで入力を取得して、ダッシュは D でいいかな。のジャンプと。取ってきます。アニメーターに対してトリガーをセットしてあげる。設定したパラメーター名を持ってきます。ダッシュ、次はジャンプですね。こんな感じで D キーを押せばダッシュして J キーを押せばジャンプするっていう感じです。とりあえず実行してみましょうか。とりあえずルートモーションをさっき一旦外したのを見せておきます。これがシーン画面で、これが実際のゲーム画面なんですけど、こっちを押して操作します。D を押すとダッシュ、戻ってきてるの分かりますかね。これ結局アニメーションの値がこのオブジェクト自身の座標に反映されてないんですよね。これをアプライルートモーションを入れた状態で実行すると D を押してますね。ちゃんとアニメーションで設定した10マス分動いたと思うんですね。もう一回 D をしますね。もっと奥に行きましたよね。ちゃんと移動した分も現在座標に反映できるっていう機能がアプライルートモーションなんですね。で、ジャンプのモーションをちょっと組み替えて戻ってくるのを消して上に上がるだけのモーションに変えました。するとキーを押すと前に進むと、J キーを押すと上に上がる、上に上がる。これがルートモーションの機能なんですね。で、一つ問題なのは、僕のプロジェクト、個人制作しているゲームなんですけども、そのゲームではプレイヤーのルートにアニメータがついているわけじゃなく、もう一つ親があったりとか階層が深いオブジェクトになっていることがあるんですね。例えばプレイヤージュアルとか見た目だけのオブジェクトにメーターがついていることって結構あるんですね。で、そういった時にこれが親じゃなくって、これが言ったらプレイヤーの本体なんですけど、これにコライダーがついてたりとかするケースもあったりして、ここだけ動いても仕方ないケースがあるんですよ。この青い線が当たり判定なんですけど、当たり判定も一緒に動かないとキャラクターだけ動いちゃって当たり判定だけここにあるみたいな、見た目と現実が噛み合わないみたいな状態になっちゃうんですよね。僕自身のやつもそういう構造になってたんで、これルートモーション作れないんだなと思ってたんですね。調べてるうちに実はそれを改善する方法がありまして、簡単なんでね、ぜひ使ってもらいたいなと思ってはいるんですけど、こんな感じで中のデータだけ移動しても現実世界と噛み合わないようなことが起きうるんですね。実際この状態で操作してみましょうか。親を動かさないといけないんですけど、とりあえずダッシュします。動いてるように見えますよね。ただここにずっと残ってるんですよ。
ローカル空間で動いているけどプレイヤー自身は動いてないからこういう問題が出てくるんですね。そういった時にどういう対処方法があるかというとすごく簡単で、フライルートモーションは入れっぱなしで新しいスクリプトを追加するんですよ。でブログとか公開していると思うんですけど、概要欄とかからブログの方に行ってもらえると思うんですけど、アニメーションの移動をルートアニメーションから流れ込んできた移動値を自分で受け取って独自にカスタマイズするみたいな機能が作れることが分かったんですね。なのでその方法を試してみたいと思います。ソースコードはですね、適当な名前つけてソースコードを追加しました。さっきと同じようなスクリプトなんですけど、シリアライズフィールドにして外から設定できるようにします。トランスフォームを設定したいのでします。トランスフォームして、アメイクっていう立ち上がり時に呼ばれるコールバックがあるのでそれをやって、あとアニメーターはソースコード書いてたりすごく時間かかりますね。コピペしてきます。こんな感じのコードになるんですね。ここシリアライズフィールドになってるんで、インスペクター側にトランスフォームを設定できるようになりまして、どのオブジェクトにルートアニメーションを適用するかっていうのが設定できるようになります。なのでここに反映したいわけじゃないですか。なので親のトランスフォームを入れておきます。ソースコードに戻って説明していきますと、アウェイクでアニメーターを取って聞いて、アウェイクっていうのは、スタートよりもさらに早い立ち上がりの時に呼ばれる初期化みたいなものなんですけど、最低限必要なアニメーターを取ってきます。でここが肝なんですけど、オンアニメータームーブっていうものがありまして、これを設定しておくと移動した時の値が持ってこれるようになるんですね。コールバックなんですけど、これを設定しておくとアニメーション側で移動することがあれば、このデルタポジションとデルタローテーションっていう値が入ってくるような形式になるんですね。なのでそのターゲットトランスフォームのローカルポジションっていう位置情報にさらにこの移動値を足してあげると親側の移動値が変わるようになります。でこの下のローテーションっていうのは文字通り回転なんですけども、アニメーターデルタローテーションにかけるローカルローテーションをかけてるんで、回転してるもさらに回転をかけてるような感じですね。そういうコードになってるんで、移動した瞬間にこれが呼ばれて移動した値を親に入れていくような処理になってます。これができたんで動かしてみたいなと思うんですけど、見えてますかね。こんな感じで、さっきだと D ボタンを押すとこのコライダーだけ取り残されてたと思うんですけど、ここで D ボタンを押すと一緒に移動したの分かりますかね。これはなぜかというとプレイヤー側に Z 値が入ってるからなんですね。もちろんここで J を押すと親の Y 座標が上に上がっていきます。こういう感じでアニメーション側で量制御することができるっていうことですね。で僕は今までこのルートモーションがルートにあれば使えるのは知ってたんですけど、こういう風にカスタマイズすれば自分でも独自の反映方法を作ることができるんだっていうのが結構衝撃でしたね。以前紹介したキャラコントローラーっていうものをご存知ですかね。ゲームごとに色って異なるじゃないですか。例えばソニックだったらすごい高速で動いたり壁走ったりとか、マリオだったら普通に 3D 区間、ベーシックに動いたりとか、マリオカートだったらとか、いろんなゲームがある中で全部ゲームの動かし方って違うんで、ゲームごとにキャラクターを制御するために都合のいいキャラクターコントローラーって作ったりするんですね。そのキャラクターコントローラーで移動を全部制御してたりするんで、例えばフートモーションコントローラーで直接トランスフォームに入れちゃってるんですけど、この方法を取っちゃうと当たり判定を貫通してしまったりとか、外側から無理やりトランスフォームをいじられてしまうんでバグが起きてしまったりすることもあるんですね。そういった時に僕自身は以前紹介した動画で作ったキャラコントローラーっていうのが別であったんで参考程度なんですけど、こんな感じにコードを変えてはいるんですね。ここ定義されてないのはこのプロジェクトにはないからなんですけども、これでキャラクターの移動とかジャンプとかいろいろアクションを制御するためのコントローラーみたいなものですね。このコントロールをインスペクター上で受け取って、それに対して
ムーブをかけてあげると、移動値をここで受け取って移動してという命令を投げるっていう形で、ゲームの動きに不具合をもたらさずに移動できるっていう作りにしました。キャラクターコントローラーによっては回転があるとまずいとか制約もあると思うんで、僕は移動だけ利用して回転は反映しないっていうカスタマイズにしています。もし自身のプロジェクトで独自の都合があるようでしたら、こういう風につなぎ方を独自に作ってやるのがいいのかなと思います。いかがでしたでしょうか。スピーディーに解説したつもりなんですけど、自分でも勉強になったなっていうのがありましたね。こんな風になるんだっていうのもありましたし、シンプルな機能なんですけど、あまり触れてる人がいなくて結構苦労してたんで、これでシンプルにかつ効率的に作れるようになったかなと思ってます。もし不明な点とかありましたらコメントとかくださりましたら返答しますので送ってみてください。もしこれが参考になれば幸いです。ではここで終わろうかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。